こんにちは、ゆういちろうです。今回はですね、初心者でもわかるデザイン思考の大原則というテーマでやっていきたいと思います。2018年に経済産業省と特許庁から発表されたデザイン経営宣言というものがあるんですけども、その中にですね、重要な考え方として記載されているデザイン思考というものがあります。現場のクリエイターとしては、様々な書籍とか記事とか、いろんな講義の場とかでですね、頻繁に目にしたり耳にしたりする、言葉ですね。デザイン思考というものは。で、今回はその改めてデザイン思考について簡単にまとめてみるとともに、その大原則、デザイン思考の大原則を簡単にまとめてみるとともにですね、果たしてこの僕のいるクリエイターの業界、この現場でいかほどこの思考が当てはめられて実践されているかというのを考えてみたいと思います。はい。では参ります。まずこのデザイン思考の大原則というところなんですが、デザイン思考とはですね、人工科学とか建築業界から誕生した考え方で、問題をデザインで見つけ出し、解決させる思考とかプロセスのことを指します。デザイナーが日常的に使っているこの考え方がですね、どうやらビジネスにも利用できるっていうふうに、アイディオっていうね、デザインを専門とした、海外の会社があるんですけども、東京にもオフィスがあるんですが、そのアイディオの創設者であるデビッド・ケリーという方が発表して注目を浴びましたね。デザイン思考のプロセスというのは以下ですね。まず共感ですね。共通認識、共感を持つというところから始まって、問題発見をして定義する。そして問題解決のためのアイデアを想像して、問題解決のためのプロトタイプ作成を行って、それをテストするということをどんどん繰り返して PDCA を回していくというようなね、考え方なんですけども、人間を中心に考えて何度も関係者でブレインストーミングとか、個別での、アイディアの創造とかを行います。デザイン思考っていうのは失敗に対する恐れをなくすことができると、ケリーは言っていますね。また、そのケリーは箱の外で考えろ、think outside box、型にはまるな自由に考えろ、人とは違った考え方をしろという言葉も、当時注目されましたね。デザイン思考のプロセスは、未来の顧客を想像して、創造的なアイデアを生み出すことができますと。これを繰り返すことで、いわゆるひらめきというものが生まれるのですというふうに唱えています。ピーター・ドラッカーという経営学者がいるんですけども、マーケティングについて、顧客を十分に理解して顧客に合った製品やサービスを提供することと言っています。これはつまり顧客イコールユーザーの欲するもの、無意識に欲するものを嗅ぎ取って製品やサービスを世に出すことはビジネスにおいても共通の、点として言えることですね。デザイン思考のデザインという部分は、以前もお話ししたようにですね、こう狭い意味のデザイン、要は色や形とか見た目の雰囲気ということだけではなくって、ユーザーの行動とか思考に関わる部分、すなわち広い意味でのデザインであることも指します。そのユーザーに影響を与える色や形とか情報とかネーミングも含めてデザイン思考と言えます。アートとね、商業デザインが異なるように、デザイナー視点でのデザインではなくって、ユーザーを軸にしたデザインを行うことだという認識が、必要ですと。ざっくりデザイン思考というのはそういうものなんですが、要するに先ほどお伝えしたこの PDCA を回す、この表っていうものが、デザイン思考の考え方。こう具体的なものはね、また別の講義でしようとは思うんですが、このデザイン思考ってものは、この日本のね、デザインの現場で果たしてどれぐらい入っているのかっていうところを、ちょっと少しお話ししていきたいんですけども、実際のところですね、なかなかこのデザイン思考を実践している、人たちとか、現場っていうのは、なかなかないのが現状ですね。これは一つのね、組織の問題があるとは思ってます。組織がかなり多くの、部署とか、つまり案件内でフェーズごとにですね、その役割っていうのは分けられすぎているので、僕のいる組織なんかでは、例えば、
課題を発見して共通認識を持つような部分を戦略フェーズと捉えて、営業とかストラテジックと言われる部隊が主に動くんですね。それが終わると、マーケティングの部門とか、UX の部隊が、数字をもとに戦術の基盤とか枠組みを考えて、全体の案件の要件定義に入ります。その後 UX 部隊やいわゆる表現に落とし込むデザイン部隊が、アイデアなりを創造して UI とかビジュアルのプロトタイプを制作して、クライアントに提案します。そのクライアントのチェックが完了すると、今度はエンジニアがそれを世に出す形で実装して、市場に投入して、ローンチとなりますね。その後は、例えばアナリティクスの部隊なんかが、数値を検証して、それを繰り返していって、再度全体でね、PDCA を回していくっていうような、案件の回し方っていうのが多いですね。全体の金額管理とか、クライアントの折衝とか、制作進行っていうのは営業とか、プロデューサーとか、プロジェクトマネージャーとか、ディレクターが主に担当するんですが、じゃあこれらのいわゆるアカウント人と言われる人たちが、全体を通して進めているので、じゃあその人たちがデザイン思考を実践しているかというと、実はあんまりそうでもないような印象ではありますね。何よりも AD も含めてデザイナーがですね、もうそういった戦略に関わるケース、そして関係スタッフ全員で、例えばワークショップをしたり、プレストしたりとかね、意見交換とかアイデア創出する時間っていうのが圧倒的に少ないんですね。そしてデザイナーが急に戦略の会議に入ったとしても何も発さずに終わるっていうのが関の山なんですね。つまり、そのアカウント部門とかクリエイティブ部門とかですね、マーケの部門とかですね、フェーズが切り離された状態が当たり前になって、お互いがね、それでいいものとしても仕事を進めてしまっている。本当にいいと思っているのかわからないですけども、それで仕事を進めてしまっていると、それを急にね、環境を変えたりすると結構両者おじけづいてしまったりするんですね。デザイン思考を本格的に現場で取り入れていくためには、アカウント陣もクリエイティブ陣も、ここで業務が完結しすぎているっていう印象がすごく強いですね。アイディオで実践されているような一つの案件に一つのチームが発生することはあるんですけども、アイディオのように最初から最後までチーム全員が終始案件にベタ付きになるってことは稀ですね。これを解決しない限り、いわゆる創造的な解決法は見込めないように思いますね。広告会社のアイディアってのは結構ね、有名人をキャスティングして認知度を上げようみたいなね、アイディアが営業から降りてきて、クリエイティブはね、それをどう表現するかっていう、お題だけが回ってきてですね。なのでデザイナーは作業員になってしまうケースがやっぱりまだまだ多い印象なんですね。チームのあり方を変えるには、それぞれがね、領域を広げていかないといけないと思っています。デザイナーは表現をもう当たり前のように抑えて、完全にね、美しいものとかね、表現するっていうことはもう当たり前のようにスキルとして身につけて、その次のスキルっていうのを身につけていかないといけないですね。それはデザイン経営宣言でも書かれているように、クリエイティブとビジネスとテクノロジー、この3種のね、この3つの領域を横断できるような人材にならないといけないということですね。交渉やお金やマーケやテックとか、アナリティクスのスキルとかをね、身につけていかないと、クリエイティブが率先してそれを身につけていかないといけないということを思っています。はい。時代とともに更新されるデザイナーっていう話なんですが、別にね、経産省とかね、特許庁が全て言ってることが正しいというわけではないんですけども、時代の流れが確実に変化した今ですね、デザイナーも確実に変化しなければいけないと思っています。今後ね、自分はこういった情報発信の場ではね、デザイン中心の話題を提供していくつもりですし、その中には当然ね、小手先に見える技術も発信していくつもりなんですが、しかしその真意というのは小手先にあるのではなくって、最低限抑えた上で、じゃあデザイナーの価値をどうやって上げていくのかっていうね、ことを考える土台にしたいという意図があります。なので、たまにですね、結構難しいこういう話をね、させてもらったりするんですけども、世界的な大きな流れでのデザインっていうものを捉えた上で、小さい、目先の範囲といいますか、小手先のような、一見そう見えてしまう、スキルとかをね、デザインの技術とかを話をしていけたらなと思っています。なので、こういう話をさせてもらいました。
はい、今回はこれで終わりますが、面白いと思った方はチャンネル登録をお願いします。ではまた。